もうなん全然綺麗に折れない。リオちゃんどうしたの？博士、折り紙を折ってるんですけど、ずれてばっかりで全然綺麗に折れないんです。どれどれ、本当だね。じゃあずれないテクニックをいくつか教えてあげよう。はい。まず博士は目をつぶって折り紙を折ってもリオちゃんより綺麗に折れる自信があるよ。いきなり自慢ですか？うざいですね。消えてください。リオちゃん待って。博士が言いたいのは綺麗に折るのに目で見る必要はないということだよ。目で見ないでどうやって綺麗に折るんですか？それはね、指で見るんだよ。指？そう。ズレがないかどうか触って確かめるんだ。例えば最初に四角く折るとき、博士の折り方を見ててごらん。今、紙の縁を両手の人差し指で触ったでしょ。触ることで縁がずれてないか確認しているんだよ。右手と左手をうまく連携させて、できるだけずれないように折るんだ。ねえ博士、右手の動きなんだか不思議ですね。親指だけ動いて他の指は動いてないですよ。ちょっとやりにくそうです。よく気がついたね。中指で紙が動かないように押さえているんだ。一度正確なポジションを見つけたら折り筋をつけている間は紙が動かないようにした方がいい。紙が動いてしまうとそれに合わせて折り筋も動いてしまうからね。さて今度は三角に折ってみよう。リオちゃん、何か気がついたことはあるかな？さっきとやり方が似てますね。具体的にどのあたりが？右手の動きとか空中で紙を折り曲げた後、中指で紙を押さえています。左手の人差し指はどう？紙の縁を触ってますね。そう、三角でも四角でも他の形でも左手の人差し指は合わせるべき紙の縁を触ってるんだ。でも博士、ちょっと白いところ出てますよ。さて続きを見てみよう。カッターで切った。ずるい。いや、実はね、市販の折り紙って完璧な正方形じゃなかったりするんだ。だから気になるときは余ったところをカッターで切り落としたりするよ。なんだ、じゃあ私が綺麗に折れないのは紙のせいだったんですね。次は観音折りをやってみよう。観音折り？左右から扉を閉じるような折り方のことだよ。ありゃ、なんか変な折り方してますね。左側が立ってます。これは起こした部分を壁にしてるんだよ。壁に右側の縁を押し付けて、縁がちょうど中心線と重なるようにしてるんだ。横から見た図を描くとこんな感じ。なるほど。こんな風にズレが少なくなるような工夫をいろいろしながら折ると美しい作品に仕上がるよ。特に序盤の折り筋が正確でかつ力強くつけてあれば中盤以降も折りやすいんだ。早速試してみたくなっちゃった。おう、それはよかった。上手に折れたら見せてくれる？上手に折れたらね。おまけ、一般的な折り紙のサイズは 150mm ですが 1mm のズレがあるとするとズレの割合は150分の1です。ところが折り紙は折っているうちにだんだんと小さくなっていきますので、半分に折れば75分の1、さらに半分に折れば約38分の1です。一般的に作品の折り上がりのサイズは元の紙の半分以下なので 1mm のズレは75分の1以上の割合になります。大した大きさではないように思えますが、作品には顔や足などのパーツが織り出されているので、足の太さが 5mm だったり顔の大きさが 20mm くらいだったりします。
これらに対して 1mm ずれているとなると明らかに汚く見えます。あるいは折っている途中で指定された折り方ができなくなっていることもあります。折り紙においてはずれがないこと、折り筋が力強いこと、この2つがとにかく大切です。焦らず丁寧に折って美しい作品を目指しましょう。